大正から昭和にかけて、久田良湖に住んだ中尾留子。彼女の住まいを地図で確認した際、随分離れたところに、旧道らしきものを見つけました。留子の家がなくなった後の1970年代の地図を確認しますと、林道をたどっていくと湖畔に2つの建物があることが分かりました。昭和時代の地図で見つけた久田良湖の謎の建物を探してみよう。したら緑子に行ってきやす。湖岸に行く道があったんですね。もうこれなんだろうな、いきなり。まあ、簡単じゃないですね。これを降りてくのは。下をくぐって出ちゃう方がいいね。下手に頭出ると決めないっていう感じ。だいぶ道らしくなってきたですね。こういうとこはなんか動物がね、歩いてそうだからな。タイヤとか落ちてる。シャコタンのハイリフトの上にあったシニカ山荘のやぶこぎを思い出すね。なんかこうカーブになっていて、でさらになんかまたさらに今度は右にカーブになったみたいですね。現役時代のこの道は結構ね、斜面があって大変だったんじゃないかな。もう湖畔が近いんじゃないかなって思うんですけどね。この時、前方の山の中で動物が動いたような音が。ちょっとガサガサって音がして、動物。去ってったかな。油断できねえな。いつでもこれを抜いて噴射できる準備はできてるんですけど。これはヒグマが引っかいた後だな。あ、これ古いやつだ。もう湖畔に着いた。昭和時代の地図で確認された建物はなくなっており、植林によって現状復帰されたような跡があった。建物があったんじゃないかって思うんですよね。こんなとこまで瓶持ってくる、普通に来るハイカーなんていないと思うから、建物があったんだと思うね。ここはさらに、ログハウスみたいなものがあったんじゃないかなっていう気がしますね。けれども、右手、斜面を設置したような後に建物があったのかもしれない。そういう建物があったっていうか、これもね、こんな入ったみたいな感じ。湖畔に出れる。
キャンプしたんかな、誰か。木がなんかこうなって。いや、ここに、もともとなんかの施設があったって感じですね。これ土台だったんだと思うんですよね。あれがいつもの中のカヌーとか貸し出したりするところだ。ロープだな。昭和時代の絵はがきを調べ、70年代の地図にあった建物の手がかりを探した。登別温泉の東、カルデラに水が溜まってできたクッタラ湖。かつてトメコの住まいがあって、今は冷気キャビンがあるあたりに人々がボート遊びをしている。湖畔の貴婦人、トメコが育てたチップ釣りに興じる人々。ボートが浮かんでいるのはあの謎の建物がある北岸のあたりです。昭和時代の観光案内を調べていたらこんな本に出会いました。昭和46年発行、北海道の手引き、ホステリング筆記。クッタラ湖にかつてユースホステルがあったことが分かりました。あのハイリンドを降りた先にあった建物は、おそらくユースホステルと考えられます。原生林の緑に囲まれたカルデラ湖の湖畔に、かつてユースホステルがありました。静かな湖畔に2つの建物があり、そこで利用者は観光情報を交換したり、また旅の思い出を語り合ったり、楽しいひとときを過ごしたことでしょう。昭和時代に比べ、今のクッタラ湖は観光客が少ない印象がありますが、その魅力は全く変わっていません。